こんにちは。こんにちは。高知県を出まして、はい。愛媛県に入りました。今は松山にいます。懐かしいです。近所は住んでてんな。住んでた。2年間住んでたから。何年前ぐらい？何年前ぐらいな。結構前ちゃう？結構前。結構もう普通に知ってる。詳しいよな。詳しい詳しい。広島に住んでる時もな、何回か2人で松山来たりしてたし、しまなみ海道渡ってな。なので馴染みのある町です。馴染みあります。で、今回はグルメを楽しみたいと思います。愛媛グルメ。愛媛グルメかな。もう観光地とかはな、正直ほぼ有名なところは道後温泉とか、松山城とかな、あの辺は有名なんですけど、行ったことある。あかりは当時別に住んでなかったけど一緒に出会ってないし。出会ってない。でも普通に友達と愛媛は結構来たかな。私も岡山に住んでたから。そうやな。近いもんな、四国。だから観光はそんなにはない。ないです。行ったことあるとこ行ったことあるんでしかないからな。ないです。で、今日はとりあえずお昼に宇和島の鯛めし。で、鯛めしって愛媛2つあって。知らんかった。それも知らんかったな。そもそも愛媛県ってなんか地域を3つに分けてて、東予、中予、南予、伊予の予やな、っていう呼び方してて、宇和島の鯛めしっていうのは南予地方やな、南の方やからの郷土料理っていうかな。結構有名で、愛媛といえば鯛めし、宇和島。なんか鯛めしは知ってたけど釜でも炊いたやつ。そう、それもあんねんな。それは食べたことある。それはなんか東洋の鯛めし、普通のいわゆる鯛めしやな。2種類あるの知らんかった。住んでた時鯛めしって言ったらもう宇和島の方やと思う。あ、そうなんや。逆にね。久しぶりにな宇和島の鯛めしを食べたいと思います。私は初めて。楽しみ。本当は宇和島の鯛めしだから宇和島で食べれたらよかったんやけど、今回な最初は高知の四万十から宇和島に入ろうと思ったんですけど、ちょっと急遽な、ルートを変更したんで、もう松山に入ってきたんで、松山で宇和島の鯛めしを食べます。はい。行ってきます。着きました。今日食べるのはこの角屋さんっていうところです。宇和島に本店がある。そう、本当は宇和島に本店がある。有名やな。ちょうどこの大街道っていうよく来てました商店街です。でもこの角屋は来たことないな。単品こんな感じ。結構だからお値段は高いな。ほんまやな。こんな感じやねんな。鯛めしって割と高いね。初めてや。すごい。入りました。角屋の歴史。小さな食堂から始まったと。宇和島の本店は行ったことあるかも。これにしました。はい。この宇和島尽くし鯛めし膳というのにしました。美味しそう。値段は結構高い。高級ランチ。2100円。でもこんだけついてるからいいな。鯛めしの他になんかお料理みたいなのもついてるな。単品の鯛めしやったら1600円か。それでも結構いい値段する。鯛めし膳ゴージャス。はいでこのタレにつけて食べます。で午前やから一応こういう何やっけこれ覆面とじゃこ天深の指すごい豪華です。タレに卵が入ってんねんな。これを混ぜる。これにこの鯛の切り身とかをつけて、でご飯の上に乗せると。おひつでちっちゃいおひつできた。乗せて食べるって感じ。いただきます。うまい。うまいよなこれ。なんか甘い。ちょっと甘い。甘いタレ。めっちゃ美味しい。なんか最高級卵かけご飯って感じ。そんな感じやね。うまい。美味しい。美味しいね。美味しいとは思ってたよ当時から。ちょっと値段が高いからさ、頻繁に食べれるもんではなかった。確かに。タイが有名やねんな。タイがいっぱい取れるんだっけ。養殖とかも盛んみたいやけどな。これもかけるって言ってたな。そうご飯にかけて。タイの切り身は多分そんなにはないけど。めっちゃ上品な
海鮮丼って感じ。もっとなんか B 級グルメ的なの想像してた。まあ食べ方としては B 級グルメちゃう漁師飯みたいな感じよね。うん、うまい。もう釜の鯛飯と全然違うな。もはや別物。別の料理。最高級 TKG。TTKG やな。はい、卵かけご飯。宇和島って結構遠いからな、こっから。うん、遠いよな。1時間半とかかかるちゃうかな。月1回行ってたけどな。仕事で。道後温泉も行かんねんな、もう。愛媛来たのに行かんという暴挙。なんか今工事してて。てかずっと工事してるね、最近は。なんか数年前からちゃう。でも道後温泉も3回ぐらい行ってるからな。わかる。道後温泉のおすすめは道後温泉の周りのお宿に泊まって本館は日帰り入浴みたいな感じで歩いていく、それがベストやな。はい鯛飯食べてきました。どうやった？美味しかった。美味しいよな。でもコスパはちょっと悪い。まあそうやな、やっぱ値段がな、午前でまあ2100円ぐらいやったっけ。まあ単品でも1600円するからな、の割にはそんなに量入ってないねんな。タイが少ない。もうご飯はおかわりできたし、ご飯でお腹いっぱいになったって感じ。そんな感じ。まあ角屋さんが少ないわけじゃなかったと思う。確か他の店も何店舗か行ったことあるな。そう行ったことある。なんか有名な岩水とか、あとなんか宇和島の方に穂積亭っていう結構有名なとこあって、なんかどこもそんな量多くなかった記憶やねんな。タイの量がなんか割とコスパ悪いなといつも思ってた。でも美味しい。美味しい。味はめっちゃ美味しいし、まあだからあんまり頻繁には食べようってならん。そうやな。まあ観光とかでな、来た時はいいと思うけど、そんな感じです。で今日はもう夜もグルメ楽しもうと思ってて、松山市に三津浜っていう海沿いの場所があって、そこがなんか三津浜焼きっていうお好み焼きかな。多分実は食べたことないねんな。なんか住んでる時知ってたけど三津浜焼きってなんかちょっと調べたら広島風お好み焼きみたいな感じの作り方って書いてた。なんかだから大阪みたいに生地をこう練り込むんじゃなくて焼くんかな。でなんかクレープみたいに包んでるって書いてた。なんかそんなイメージはある。でその三津浜焼きの有名な日の出っていうお店があって、今テイクアウトしか多分やってない。まあ夜はだからそれをテイクアウトして車内で食べたいと思います。来ました。日の出お好み焼き。もう注文しました。20分ぐらいで焼き上がるっていうことなんで、ちょっと待っときます。テイクアウトしてきました。三津浜焼き、そば台付き肉玉油焼き。一番人気のやつにしました。結構ずっしりしてるで。ちょっとお風呂に行かないといけない。前の座席で食べます今日は。おお。わすご。青のりの量やばい。すご。青のりの量やばくない？なんかこれはもう何やろ。何かわからん。形がちょっとわからんけど。いただきます。青のり油めっちゃ入ってる。うまい。すごい。うまっ。うわ、てか、そばめっちゃ入ってる。そばすごいな。すごい。これが。すごい。牛脂。油すごい。油も入ってる。焼きそばに近い。もはや焼きそばや、これは。すごい。ボリュームがすごい。ボリュームやば。油、そのまま入ってんねや。それがすごい。なんかテイクアウトやからかもしれんけど、屋台の焼きそばみたいな感じ。美味しい。うまい。広島のお好み焼きに近いのかな。まあでもそれより全然そばが。でもそば台付きっていうぐらいから。あ、そっか、普通のやつは。普通はそばないんやろ。じゃあ結構広島に近いな。関西とは全然違う。あ、焼きそばって感じ、これは。どっちかというと。美味しいでも。美味しいな。青のりがすごい。B 級グルメかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうなんかお好み焼きやと思ってたけど、どっちかっていうと焼きそばやったな。そばより。でも美味しかった。美味しかった。
油が入ってるから結構こってりって感じではある、うん、そんな感じで松山グルメはこんなもんやねんな、うん、実は。まあ本当は住んでたからな、うん、その住んでた当時の思い出のお店とか行こうと思ってたんやけど、ちょっと時間なくて、うんうん、次はもう今治に向かいます、はい。今治で焼き豚卵飯、食べたことあんねんな、焼き豚卵飯は。実はあります。前行った店とは違う店に食べに行きたいと思います、別日です、来島海峡サービスエリアというところに来ました、風が強い、寒い。ここは下道から来れてな、下道用の駐車場もあって、一般道からも来れます。愛媛といえばみかんジュースの出る蛇口があるらしいここにあるらしいのでやってきましたな。まあグルメかわからんけど一応やったことないんやけど。ないさすがに住んでてそれはやらんからなありました。このサービスエリア内のカフェやな、カフェに蛇口みかんジュースやってみます。買います。買いました。265円。ちゃんとカップにもみきゃんが。これが愛媛のゆるキャラみきゃん。こいいみきゃんって全国ゆるキャラランキング1位になってなかった？人気よな。人気かわいい。なみなみ怖いどれぐらいの勢いで出るんや。きます。おお結構勢いある。ギリギリを攻めるなみなみや欲張り欲張ったで。それではみかんジュース。なんだよこれ、ポンジュースちゃうかな、オリジナルなんかちょっと違う気もする。美味しい。美味しい。ポンジュースじゃない。なんかちゃうよな。面白いな。こんな感じなんや。初めて。蛇口ひねったら、ここ以外にもあるんかな。何個かあるんじゃない？なんか空港とかにあるんじゃん。ありそう。しまなみ海道はもう何往復したかわからんな。もうやばいぐらい。広島に住んでたから途中の島もな結構行ったし、ちなみにこの来島海峡っていうのはもう今治市かな。今治市に来ました。密かに今治に入ってたサービスエリアの2階に展望台もありました。また渡るおるこれは明石海峡橋のとこに持ったな。渡るくん見えるで。おお綺麗。おお今日晴れてるから綺麗なあ。ちょっと風は強いけど景色は綺麗に見えます。しまなみって感じ。それでは、焼き豚卵飯到着しました。今回やってきたのは博楽店今治本店。前はなんか重松飯店っていうとこ行ったことある。そう行ったことある。そこも有名やね。そこも美味しかったよな。ここもでも有名やから楽しみ。なんか松山にもな店舗前あったのは知っててんけど、潰れてたわ。あ、そうなんや。でもお昼11時半ぐらいやけど平日の割と満車です。卵飯単品と、あとはこのセットいっぱいあったんですけど、小エビ天のセット、これをシェアします。美味しそう。半熟や。わあ、いただきます。美味しそう。これ崩した方がいいんかな。うわ、美味しそう。美味しいんや。めっちゃ美味しい。これはね、前より好きかもしらん。小エビ天のセット、美味しそう。うわ、ボリュームがすごい。うまい、食べやすい。甘めやな、タレは。食べやすいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったな。美味しかった。初めてやけど、食べやすかったわ。他のとこと比べてどう？
まあ全部美味しいけどな、まあ基本味はなんかまあ似たような感じ。なんか柔らかかったし、お肉も美味しかった。ちょっと薄めやな。薄めに多分切ってるから食べやすい。めっちゃ食べやすかった。食べやすいと思う。お店も綺麗やし、結構なんか他の重松飯店とか、もう一個なんか行ったことある大黒屋とかは割とこうなんか古い中華料理屋みたいな感じだから。老舗中華料理店みたいな。ちょっとこう小汚いイメージわかる感じやけど。油って感じのさ。そう。明るくてもレストランって感じだったね。どっちかというと綺麗でした。人気やったしな。駐車場もいっぱいあったし、美味しかったです。美味しかったです。そんな感じで、宇和島の鯛めしと三津浜焼きと、みかんジュースと焼き豚卵飯、で愛媛グルメ終了。なんか結構 B 級グルメが多いんかな。そうやな。そんな感じかな。まあ、他にも多分いろいろあるんやけど、まあ、割と四国やっぱ食べたことあるっていうのもあってこんなもんです。というわけで、もう愛媛は出るねんな。そう。ほんまは香川に寄れたらよかったんやけど、そうやね。香川はちょっと残念ながら香川は寄れず、ちょっとマンボウがな、香川は出てるので、またちょっと違う地域に行きたいと思います。もう次回の動画は多分また全然違うとこに行ってると思います。行ってると思われる。多分。それでは、ご視聴ありがとうございました。